こんにちは、闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。あなたはウェアウルフについてどんなイメージを持っていますか？強靭な肉体、強烈な飢餓感、月と関係が深い、夜中に活動する、銀の武器に弱い、臭そう。これらの代表的なイメージとともによく語られるのが、その圧倒的な治癒能力です。圧倒的な治癒能力。ウェアウルフというと、様々なフィクションで治癒能力に優れた存在として描かれているのですが、スカイリムのウェアウルフは変身すると逆に自動回復が止まってしまいます。死体を食べることで一応回復できますが、うまく戦わないと受けるダメージの方が多くなってしまいます。それにアンデッドやオートマトンは食べられないので、これらの敵がメインのダンジョンでは回復することすらできません。そこでこの動画ではイメージ通りの治癒能力に優れたウェアウルフ、トゥルーウェアウルフの作り方を紹介します。まずは種族ですが、性能を重視するならオークにするべきです。変身すると種族ボーナスがなくなるので、種族固有パワーだけがウェアウルフに影響する要素です。多くの種族固有パワー、強戦士の怒りを発動してから変身すれば、短時間ではありますが、火ダメージ半減、余ダメージ2倍のウェアウルフになることができます。ですが今回はインペリアルの男性にします。これは変身前は普通の人間の方が、よりウェアウルフらしいというイメージを重視した結果です。名前は、変身すると黒くなるので黒さんで、それではヘルゲン脱出ですが、今回はハドバルルートを選びます。これは宝箱から家具が手に入る分、レイロフルートより早く済むというだけの理由です。敵は無視して駆け抜けますが、回復薬はなるべく拾って、檻の中の魔術師の装備と、雷撃の呪文書は必ず拾うようにします。ヘルゲンを脱出したらリバーウッドには向かわず西の方に進むと、タロス像の前に死体が散らばっている場所に出ます。ここにあるサルモールの死体が、不術付きの装備を確実に持ってるので回収します。今回のビルドはお金が重要になるので、特に言及しなくても戦利品の回収は丁寧に行っているものと思ってください。ホワイトランに着いたら馬車に乗って、ウィンドヘルムに向かいます。橋を渡ってから南に進むと、コンパスに池のマークが出るのでそちらを目指します。するとマーラの冥の池に到着するので、中に入って、吸血鬼からサングイネや吸血症をもらいます。この際しばらく吸収魔法を耐える必要があるので、ヘルゲンで回復薬を集めておいたわけですね。サングイネや吸血症をもらったら、すぐそばのコンシュの間に逃げ込みます。そうしたら3日待機して、吸血鬼になります。そのままコンシュの間のクエストを進めて、虫の杖と、血虫の兜を入手します。血虫の兜にはアンデッドに対するダメージを 25% 上昇させる効果があり、これはプレイヤーがアンデッドの場合、自分に対する魔法も強化することができます。本来バーミルナの祝福は召喚魔法と幻惑魔法の消費を 5% 軽減させる効果ですが、吸血鬼で血虫の兜を装備していれば、6% に効果が上昇します。それ以上に重要なことが、この時点でこのキャラクターはアンデッドに固定されたということです。詳細はこの動画を見てほしいのですが、ゲーム開始後なるべく早く吸血鬼になることで、その後吸血鬼を治療してもアンデッド状態が維持されるようになります。ゲームを開始したらまずアンデッドに固定する。これが令和のスカイリムの新常識なので覚えておいてください。クエストをクリアしたら、金目のものを回収してから、ウェアウルフになりにホワイトランのジョルバスクルに向かいます。ジョルバスクルでコドラクの話を聞いて、ビルカスの試験を受けて、同胞団に加入したら、指導者の誰かからクエストを受ける必要があるのですが、ウェアウルフになる前の貧弱一般人には辛いクエストが多いです。スコールからの依頼は、必ずしも戦う必要がないので、基本的には依頼はスコールから受けるようにします。今回は目標のダンジョンまで距離があるので、馬屋から地図を買って、ホワイトランすぐそばの野生の馬を捕まえて、馬に乗って目的地へ向かいます。クエスト目標は宝箱の中身を回収することなので、初期ステータスでも逃げるだけならどうにかなります。スコールに報告したら、今度は栄誉の証明のクエストが始まります。ファルカスとダストマンの石塚を攻略することになるのですが、ここは高ランクの敵が大量に出現する上に、お供のファルカスがクソ雑魚なので、序盤に挑むには難易度の高いダンジョンになっています。というわけで敵は無視してダッシュで駆け抜けます。これで最深部まではたどり着けますが問題はこの後です。台座の上のウースラドの破片を取ると、
部屋に閉じ込められた上で大量のドラウグルと戦闘になります。当然ファルカス一人でどうにかなるものではないので、プレイヤー自身の戦闘スキルが育ってないと突破はできません。というわけで最深部にたどり着いたら、まずは待機でファルカスを呼び寄せて、出口につながる棺の前まで来て、一人称視点で棺に密着しながら、雷撃の呪文を唱えます。雷撃系の呪文を密着すれば薄い壁なら貫通できるので、これで中のドラウグルを起こすことができます。あとはファルカスと協力してドラウグルを倒して、死体を調べれば、出口への棺が開きます。そうしたらウースラドの破片を拾って、出口へと逃げ込めば、ほぼ戦闘なしでダストマンの石塚をクリアできます。このためにヘルゲンで雷撃の呪文書を拾っておく必要があったんですね。あと一つクエストをこなす必要があるので、またスコールから依頼を受けます。今度は脱走犯という逃げ出した囚人を討伐するクエストが発生しました。この討伐対象は屋外をうろついているので、動物や衛兵のいる場所まで誘導すれば、自分で戦わなくても簡単に倒せます。これでウェアウルフになるための条件を満たせました。本来ウェアウルフになるにはある程度戦闘スキルが育ってないと厳しいのですが、この手順ならほぼ戦闘なしでウェアウルフになることが可能です。ウェアウルフになったら同胞団にはもう用はないので、アイラに話しかけられる前に次の目的地に向かいます。次は回復スキルを鍛えたいので、魔術師の石碑をセットしてから、リフテンにやってきました。酒場でマラマルから結婚についての話を聞いて、マーラのアミュレットを購入します。マーラのアミュレットは回復呪文の消費を 10% 軽減する効果ですが、血虫の兜を装備してから、マーラのアミュレットを装備すると、効果が 12% まで上昇します。ウェアウルフになると同時に吸血鬼は治っているのですが、事前にアンベッドに固定しておいたので血虫の兜によるボーナスが載ってます。吸血鬼のデメリットなしで恩恵だけを受けられるわけですから、これは常識になるのも納得の強力なテクニックですね。そのままマーラの聖堂に入って、マーラの祝福を得ます。治癒の呪文の回復が増加すると書いてありますが、実際にはマーラのアミュレットと同じく消費軽減効果です。これも血虫の兜で強化されているので、合計で回復呪文の消費を 25% 軽減できるようになりました。そしたらウィンターホールドに行って、ファラルダから入学試験を受けます。この際消費間近の多い魔法が選ばれると唱えられないので、事前にセーブしておいて消費の少ない魔法が選ばれるまでリセットしてください。大学に入学したら、まずはコレットから聖者の光を購入します。そうしたら次はドレビスに話しかけて、手を貸せる大学関係の仕事は何かあるかという選択肢を選びます。すると魔法エネルギー収束点を消化するクエストが発生します。秘術の同調手袋を装備した状態で、秘術の収束点を調べればいいのですが、この際ランダムでプレイヤーにバフが発生することがあります。目当てのバフが発生しなかったらリセットして、何度も秘術の収束点を調べ直します。するとそのうちプラス100マジカ上昇というバフが発生します。これは一見マジカの最大値が上昇するように思えますが、実際にはマジカがものすごい勢いで回復し続けるバフです。これが発生したら魔術師のフードを装備して、ミッテンに移動して、ドラウグルに聖者の光を当て続けて回復スキルを鍛えます。アンデッド対3魔法を連続で当て続けるとスカイリムが落ちてしまうのですが、これは両手で同時に当てた場合に起こる現象とのことです。なので左右でタイミングをずらして当てれば、スカイリムが落ちることはないし、片手で当てるよりずっと早く河川が終わります。回復スキルが40まで上がったら、精鋭レベルの呪文書が売られるようになるのでまたコレットから購入します。品揃えが更新されてない場合は、セーブしてから火炎などで敵対するまで攻撃して、その後ロードすれば品揃えが更新されます。というわけで聖者の息吹を購入して、またドラウグル相手に稼ぎ続けます。聖者の息吹を両手で同時に唱えるにはマジカ消費を減らす必要があったので、事前にリフテンまで行ってマーラのアミュレットや祝福を得ておいたわけです。というわけで回復スキルを70まで鍛えました。早速レベルを上げます。ステータスの上昇は全て体力につぎ込みます。ウェアウルフはスタミナ回復速度に優れているので、最大スタミナはそこまで重要ではありません。それでは聖職者を取得して、一度ウェアウルフに変身してみます。ウェアウルフに変身すると、レベルに応じて素での攻撃力と防御力が強化されるのですが、現在レベル11なので、素での攻撃力は25、防御力は50になるはずです。ところが実際の数値は、
すでの攻撃力26、防御力62となりました。これはウェアウルフのバフに聖職者の強化が載っていることを意味します。というわけで事前にアンデッドに固定しておけば、ウェアウルフのバフですら聖職者で強化できるようになるわけです。ちなみに血虫の兜ですが、理由は長くなるので省略しますが、これを装備して変身するとむしろ弱くなります。なのでウェアウルフ変身時は血虫の兜は装備しないようにしてください。回復スキル稼ぎが終わったら、ソルスセイムに渡って、テルミスリンまでやってきました。中でネロスの話を聞いてから、外に出ると、タルバスからアッシュガーディアンの討伐を依頼されます。現時点で倒すのはかなり難しい相手なので、一度崖下に降りて、川辺にいるバーンスプリガンに、わざと見つかってから引き返します。あとはどうにかアッシュガーディアンに押し付けて、バーンスプリガンにアッシュガーディアンを倒してもらいます。お互いに炎攻撃を得意としていますが、バーンスプリガンは炎に完全耐性を持ってるのに対して、アッシュガーディアンは炎耐性を持ってないので、耐性の差でバーンスプリガンが勝利します。アッシュガーディアンを倒したらタルバスに報告して、タルバスを従者として雇います。その後はネロスからなるべく安い破壊魔法の杖を購入してから、ダストマンの石塚すぐそばのハンビルズレストまでやってきました。棺の中のドラウグルも含めて敵を全滅させます。そうしたらタルバスに、先ほど購入した破壊魔法の杖と虫の杖を渡します。この状態で野生の馬に攻撃指示を出すと、しばらく攻撃した後、虫の杖を装備してドラウグルを蘇生させようとするので、間に割り込んで受け止めます。その後有効な効果を見てみると、上昇した治癒という見慣れないバフが発生しています。実は死の銃とや虫の杖には対象の自動回復を強化する効果があって、これらの魔法を受けることで自分自身の自動回復を強化できます。さらにタルバスは聖職者を持っているので、プレイヤーがアンデッドなら自動回復の強化が 1.25 倍になります。効果時間は死の銃と同じなので切れる心配はありませんが、衛兵に捕まるなどの行動を取ると消えてしまいます。クエストの進行上絶対に消えてしまう場面がいくつかあるので、多少面倒ですがその都度かけ直しが必要になります。馬との敵対はファストトラベルで解除して、タルバスと別れたら、イリナルタコの宿女の石碑までやってきました。血虫の兜を装備してから、宿女の石碑をセットします。宿女の石碑は本来体力とスタミナの回復速度を 25% 上昇させる効果ですが、聖職者と血虫の兜で強化されて 39% まで効果が上がってます。試しにこの状態でウェアウルフに変身して、ある程度ダメージを受けてみます。すると、ゆっくりではありますが体力が自動回復するようになってます。本来ウェアウルフに変身すると体力回復速度をどれだけ上げても自動回復することはないのですが、虫の杖による強化と組み合わせることでウェアウルフ状態でも自動回復するようになります。ただ現時点ではまだ治癒能力に優れているとは言えないので、ここからさらに強化すべく最重要アイテムを取りに行きます。というわけでレイブンロックから北に向かってフロストムーンの断崖までやってきました。ここにいる町にから狩りの指輪を購入したいのですが、お金が全く足りません。これまで手に入れた戦利品を売って得たお金が6500ゴールド。それに対して狩りの指輪が1万ゴールドです。さすがに差額分を稼ぐのは大変なので、各地で交渉上昇ボーナスを集めます。リフテンから街道を北に下って、監視塔エリアを抜けたら、右斜め前の上り坂を登ります。ここにゼニタールのアミュレットと、ゼニタールの祠があるので、血虫の兜を装備してから、ゼニタールの祝福とアミュレットの効果を得ます。次はソリチュードのアンジェリンズアロマティクスに入ります。ここの商品棚に固定で交渉の薬が落ちてるので、人目につかない場所まで運んでから懐にしまい込みます。最後にウィンドヘルムで物乞いに1ゴールドを渡して話術ボーナスを得ます。というわけでフロストムーンの断崖まで戻ってきました。それでは交渉の薬を飲みます。これで簡単に集められる交渉ボーナスは全て揃えましたが、狩りの指輪の値段は5600ゴールドまで下がりました。これなら十分購入可能ですね。それでは早速装備します。狩りの指輪を装備すると、ウェアウルフ変身時に体力が自動回復するようになります。試しに変身して、適当にダメージを受けると、かなりの勢いで体力が回復していきます。自動回復の使用については長くなるので解説しませんが、
人間形態に換算すると、プラス400% の補正を得てるのと同じくらいの速度で回復しています。さすがに棒立ちで回復が追いつくほどではありませんが、これだけ早ければ他のフィクションと同様、治癒能力に優れたウェアウルフと言えるんじゃないでしょうか。というわけでこれで治癒能力に優れたトゥルーウェアウルフは作れましたが、さすがにこのままでは使い勝手が悪すぎるので、あともう少しだけ強化の方法を紹介します。というわけでファルクリースまでやってきました。弊社から監獄に入って、檻の中のシンディングに話しかけます。すると呪われたハーシーンの指輪が勝手に装備されてしまいます。この状態で狩りの指輪を装備しようとしても、装備時の音だけが鳴りますが、実際には装備されません。しかしこの状態で変身してみると、フロストムーンの狩りを追加というメッセージが表示され、自動回復も実際に強化されてます。実は呪われたハーシーンの指輪が装備された状態で、狩りの指輪を装備しようとすると、その後は狩りの指輪を装備しなくても効果が永続するようになります。このテクニックは呪われたハーシーンの指輪が外れると二度とできなくなるので、先に狩りの指輪を買っておいたわけですね。ちなみにフロストムーンの断崖で買える他の指輪も永続化できますが、永続化できるのは一つだけなので、狩りの指輪を永続化するのが一番有効です。呪いが解けた後に普通に狩りの指輪を装備すると永続化が解けてしまうので、間違えて装備してしまわないように狩りの指輪は売ってしまいます。クエストを進めてブローテッドマンの洞窟に着いたら、命は助けてやるを選んでシンディングと共闘します。洞窟内の狩人を全滅させることになりますが、ついでにウェアウルフの戦い方のコツを紹介します。ウェアウルフの攻撃で一番強力なのはダッシュ攻撃です。ダメージ2倍の上にノックダウン効果があり、さらに最大で3回連続でヒットします。基本的にはこれだけ使ってればいいのですが、動き回る相手には当てづらいので、そこで役に立つのが移動しながらのパワーアタックです。これにも吹き飛ばし効果があるので、これで動きを封じた隙にダッシュ攻撃を当てるというムーブが強力です。他にも色々な攻撃があるのですが、あまり強くないのでこの2つだけを使えれば十分です。狩人を全滅させたらシンディングと話してクエストを終わらせてから、外に出ると、ハーシーンの指輪が手に入ります。これを装備すると、ハーシーンの指輪のパワーが使用可能になり、1日に何度でもウェアウルフに変身できるようになります。しかも永続化した狩りの指輪もちゃんと有効です。ハーシーンの指輪のパワーをお気に入り登録して、お気に入りメニューからホットキー登録すれば、変身解除後のホットキー登録は解除されないので、ホットキーからハーシーンの指輪をセットするだけで、再変身が可能です。もともとハーシーンの指輪と狩りの指輪を両立させることは可能だったのですが、少々手順が面倒でした。ですがこうして狩りの指輪を永続化すれば、変身解除のたびにホットキーを押すだけで済むので、だいぶ手軽になると思います。レベルを上げれば防御力は育っていきますが、魔法耐性についてはゼロのままです。さすがにこのままでは脆すぎるので、何らかの手段で魔法耐性を上げなくてはなりません。というわけでまずは編成スキルを稼ぎます。王宮魔術師から豆苗の呪文書を購入して、大学の秘術の収束点を調べて、またプラス100マジカ上昇のバフを得ます。そうしたらソリチュードの門の外まで移動して、壁に密着した状態から崖上に向かって豆苗を発射します。するとなぜかものすごい勢いで編成スキルが上昇します。編成スキルは70あれば十分なのですが、あまりに早く経験値が溜まりすぎてしまうので、こまめにスキルツリー画面を開いてスキルレベルを確認して、編成スキルが70まで上がったら、ファストトラベルでその場を離脱します。そうしたら血虫の兜を装備してから、魔法耐性をランク3まで取得します。次はマーラ聖堂のティンヤダリュの元を訪れて、愛の書のクエストを開始します。スカイリムの各地で恋人たちの手助けをしたら、必ず血虫の兜を装備してから、達成報告してマーラの使徒のボーナスを得ます。編成パークの魔法耐性やマーラの使徒は、アンベッドなら聖職者と血虫の兜で強化可能なので、効果が 1.56 倍されて魔法耐性が 70% まで上がりました。上限には一歩及びませんが、これでも十分魔法ダメージは軽減できます。ちなみに編成パークの頂点である精霊ですが、これを取得すると虫の杖のかけ直しが必要になった際、吸収してしまうようになるので取らないようにします。
というわけで治癒能力に優れたトゥルーウェアウルフの作り方の紹介でした。あとはレベルを上げてステータスを上げるなり、死体を食べてパークを開放していけば自然と強くなっていきます。その後は同胞団クエストを進めてもいいし、メインクエストを進めてもいいし、好きに冒険をしてください。ちなみにウェアウルフに変身するとクモの巣を破れなくなると思われていたのですが、背中をクモの巣に密着させた状態で攻撃すればクモの巣を破れるということが判明しています。クモの巣を破れるかどうかはガンチョン攻略の快適さに大きく関わるので、この方法は覚えておいた方がいいです。最後にウェアウルフに有効なパークやボーナスを簡単に紹介します。死の回避。これは体力が 10% 以下になると、1日1回だけ回復できる回復パークです。回復強化や聖職者による強化が可能で、フロストフロー灯台で取得できる船乗りの安息でも強化可能です。すべてを揃えれば回復量は5略15にもなるので、緊急時の回復手段として有効です。羽の歩み、感圧式のトラップを無効にする隠密パークです。ウェアウルフになると細かい動きが難しくなるので、快適に冒険したいなら必須と言っていいレベルのパークです。ディベラの首都、マルカルスのディベラ聖堂で発生するクエストをクリアすれば得られるボーナスで、異性に対する物理ダメージを 10% 上昇させる効果があります。実はプレイヤーの性別が女性の場合、すべてのクリーチャーに対するダメージが 10% 上昇するというバグがあるので、ダメージを重視するなら性別は女性にした方がいいということになります。恋人の洞察、レイブンロック鉱山の採用、黒の書、変化の風のクリア報酬として得られるボーナスです。これも異性に対するダメージを 10% 上昇させる効果で、ディベラの使徒と合わせて異性に対して 1.21 倍のダメージを与えられるようになります。これはクリーチャーに対しては効果がないので、純粋に異性へのダメージが上がるだけです。ドラゴン封じ、メインクエスト、アルドゥインの壁クリア後、デルフィンから頼まれるブレイズ集めを完了させると、エズバーンからドラゴン退治を依頼されるので、それをクリアするとドラゴン封じのボーナスを得られます。ドラゴンからの物理ダメージを 25% 軽減させる効果で、上位のドラゴンはかなり高い攻撃力を持っているので、このボーナスが非常に有効です。メインクエストを進めるとパーサーナックスを倒すまでブレイズの依頼を受けられなくなるので、このボーナスが欲しいなら、アルドゥインの壁をクリアしたらすぐ取るようにしてください。といったところでウェアウルフに有効なボーナスの紹介は以上となります。今回のビルドは体力がもりもり回復するので、雑に戦ってもそう死ぬことはありませんし、完成までの手順もなるべく簡単にできるように考えたつもりです。手軽に作れて、しかも強いので、ぜひあなたもトゥルーウェアウルフを作って遊んでみてください。それでは今回の動画は以上となります。良ければいいね、高評価してもらえると励みになります。それではまた次回お会いしましょう。